はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの流れをタロットで見てみます。タロットはいつも言ってるんですけどね、この通りになるっていう予言ではなくて、引いた時にどんなカードが出てくるかによって今起きているこの現実をどう捉えるかっていう気づきのヒントになりますので、好きなように解釈して受け取れるとこだけ受け取ってください。よろしくお願いします。それから星の動きとしてちょっとこの時期重要なことがありまして、それが7月23日から金星が逆行するんですね。金星っていうのは愛情とかお金とか自分の価値とか感覚とか社交性とかそういったものを意味しますので、それらがちょっと勘違いが起きやすい時期だと言われています。特にそうですね、特にお牛座の皆さんはこれが自分の意識の中で起こるので、すごく今まで以上に自分の心がすごく豊かになったり、なんか幸せだなって感じたり、家族関係の家族においての何かを感じたり、いいところもすごくたくさんあるんですけれども、その分期待値が強くなったりとかして何かちょっと誤解もね起きやすい時なので、本当ちょっとだけの誤解を勘違いを気をつけておいてください。特に起こりやすいのは愛情の誤解とか、あとお金を必要以上に使ってしまわないようにとか、その辺ですかね。でも大須田の皆さん大丈夫じゃないですかね、その辺は。はいちょっと見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月18日からです。運命の輪の逆、そしてワンドクイーン逆、鳳凰ですね、ソード3、そしてペンタクス4、ペンタクスページ逆とマジシャンです。気をつけることはソード3、ワンド3とペンタクルスの7逆と、オラクルはジャスティスの逆ですね。なるほどそうですか。そうですね、ちょっとした行き違いとか、もうちょっとで会えるとこだったのに会えなかったねとかっていうぐらいの惜しいなっていうその勘違い、お互いの勘違いみたいなのがあったのかなって感じがします。でそれによって少し心が痛んでるというか傷ついている感覚もあるのかなという感じがしますが、ただカードで見たところお牛座の皆さんの感覚間違ってませんよみたいな感じがあって、カードがすごくなんかここまで自分に正直にやってきましたよねみたいな慰めというか応援みたいなものを感じます。とても誰かを裏切ったりとか、嫌なことをなんていうのかな嫌な風にね誰かを裏切って自分の得のために行動したりとかではなく、本当に正当に自分が信じるものを信じてここまでやってきましたよねって、でそれって別に誰に何も文句言われることじゃないですよねみたいなね感じがあって、自分ではもっともう少し仕事頑張りたいとか、もっとできる女性になりたいとか、もっとできる男性になりたいとかっていうそういう理想の自分があったとしても、そこに着実に向かってやってきたじゃないですかみたいなメッセージがあるんですね。ただちょっとした行き違いとか、本当にちょっとしたタイミングの違いとかで自分が受け取れる何かチャンスなのか評価なのか、それを感じていらっしゃらないのか、少し心が弱ってるっていうほどじゃないんですけどねちょっとガーンみたいな感じもあるのかなっていう感じがしました。ちょっと揺れてるっていうぐらいですかね、気持ちが。これでいいんだと思って信じてやってきたけどちょっと揺れてるみたいな感じでしょうか。でもそれはとてもナイーブになってるっていうことだと思います。しかしですね、ここで流されないのがお医者さんのいいところだと思うんですね。この後がペンタクルスの4ということで、でもやっぱり自分が大事にしていきたいものはこれだっていうのをしっかりと守っていくよっていうふうに出ているんです。はい、ページの逆も出てるので、喜びは確かにある。自分の
なんだろうな、こう万人の人に認められなくても自分が大事にしていきたいものをわずかなね友人だったりとか本当に信頼できる人がそれを分かってくれたらいいやみたいな感じですごく強い信念みたいなものがちゃんと自分の中にありそこに喜びもありますよっていう感じで言われてますね。そしてペンタクルスページ逆。ペンタクルスのキングに育つまでもう少し時間がかかるって感じがするんですね。でもともとお医者の皆さんはねこのペンタクルスキングのようにとっても豊かで感覚に優れていて落ち着いていてっていう気質があるんですね。だけどまだ自分ではそこに到達していないと感じているのかまだまだだみたいなもうちょっと頑張らないとみたいな感じがあるのかもしれません。でも確実に新しい扉は開きつつありますって感じで言われてます。これはね大きな流れでいくともう今年はその年に入ってますから今年1年をかけて何かが開くんだろうなとは思うんですけど、この2週間だけで見ても今この瞬間ちょっと、迷っていたりとか気持ちが揺れてることっていうのはもうはっきりと答えを自分で出していけますよって言われてます。ちなみにですが7月18日っていうのは新月ですよね。でこの新月蟹座で起こる新月っていうのはすごく自分の感情に忠実に反応する時なのでだからこそ余計にちょっとエモーショナルになってるかもしれませんが、そしてどっちが正しいんだろうとか何がいいんだろうとかっていうその答えっていうのもどの基準で言うかによって答えが変わるがゆえに決められないって思うかもしれませんが、今私が感じてるメッセージとしてはもうオラクルがジャスティスの逆なので私から見るとあえてどっちが正しいとかこれがいいって決めなくていいんですよっていう時が来ればそれはわかるっていう感じがしました。なので今この瞬間は今自分の目の前のことに対してもしくは自分自身に対してしっかりと価値を見出してやっていけばいいんですよっていう感じですかね。それはできますっていうね言われてますのでね。はい。でちょっとこうナイーブな時っていうのはちょっとこう未来への明るい期待とか何かこうねヒントが欲しいみたいな感じがあると思うので将来的な道筋を自分でしっかりと立てることで安心したいっていうのはあるかもしれないんですが、まだそれを決めないでくださいって言われているのでそうしたいかもしれないけどあえて今はもうちょっと待ってみたいな感じがありますね。もうちょっとしたら自然と見えてくるよみたいな今決めなくていいですよって感じです。はい、そしてもしですけど経済的な心配してらっしゃる方っていうのも損はないですっていう感じがしますね。損はない。そしてこの7月の、18から8月2日というよりは7月23日からねその家のこととか自分のこう基盤のところにこうエネルギーが集まるので家のことしっかりしようとか自分の気持ち整えようとかっていう形になってその後ですね8月の、22とか23以降の方がよりクリエイティブに生み出していけるっていう形になるので、7月は多少こう節約とか調整してやっていくっていう形になるのかなと思います。はい、ちょっとオラクル見てみましょうか。ちょっとマジシャンも見とこうかな一応。はい。はい。フール、いいですね。マジシャンフールっていうのはすごく次の段階に行けるって感じがしますね。こう意識上のですけどね自分の意識や自分のバイブレーションが次の段階に行くっていう感じがします。ですから目の前のこととか状況とかなんか条件とかそういったことにとらわれない自由な気持ちで新しい世界を見ていけるよっていうふうになるのでこれはめちゃくちゃいいです。ね王室の皆さんにとってはとってもいいですよね。はい。これが来るので今あえてその答えを出したりどっちが正しいんだとかああだこうだっていうふうにこう正論を言わなくちゃっていうふうにしなくても大丈夫だよというメッセージのように思いました。はい、そしてちょっともう一枚オラクル見てみますね。はい、ソード3ですね。私から見て逆ですけど、これは逆も政治も関係なしに見させていただきますが、もしかしたらこの数日とかねちょうど7月18日の新月って本当にこう感情がどっちの方向に決めましょうかみたいな感じもあるのでもしかしたら
自分の弱いところをなんかチクッとくるようなことがあったりするかもしれませんが、人ってそういう痛みを経験してこそなんていうかな、深みのある人間になれるというか、痛みとか傷つくことを避けてばっかりいたら何の成長もできないですから、今もし心に痛みを抱えてるとか、なんか苦しいとか不安って思っていらっしゃる方は、それだけ心が鍛えられている、運勢に守られながら鍛えられている、大丈夫だよって言われてる、次の段階に行けるよって言われてるんだなと思って頑張ってください。はい、ということでここまでにしておきますね。次回はまた8月頭ぐらいに、次の動画をアップしたいと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。よかったらコメントとかいいねボタンもお待ちしております。失礼します。